乾杯。うん。かぼちゃ。これちょっとウイスキー強いね。なんかめっちゃ口がすごい。スムージーの。なんか確かにかぼちゃって野菜好きなんだもんね。野菜好き。あんまり野菜好きなイメージなかった。肉。肉ってイメージ。肉でも好きでしょ。肉も好き。嫌いなものあるの、食べ物で。苦手なものは、魚介の結構海のもの磯臭い。そうなんだ。磯すぎるのはちょっと無理で、ホヤとかカニ味噌の悪いやつ。わかるわかる。俺もどっちかっていうと海鮮苦手なんですよ。マグロとかはさっぱり、イカとかはね。北海道とか行ったらさ、なんかそこら辺の回転寿司入るだけでめっちゃ新鮮で、全然臭みもなくてうまいんだけど、やっぱ東京とかだと高いし、なんかちょっと臭みがあるなみたいな。安いところ行くとね、本当に、じゃあ結構舌が肥えてんだよ。ね、多分ね、魚介に関しては舌超えてるかも。いや、そう、なんか生臭い魚とか出てきたらもう、こんなものいただけません、食べれませんわって店員さんにこうやってね、これ何日前に閉めた？閉めたってこんな新鮮じゃないもの食べられませんって言って、そういうタイプだ。そうそう、お高い。あなたお高いし、失礼よあなたってねこんなものいただけませんよ、私こんなもの無礼ですわって言って、こんなもの出しやがって。パンより米派？パンより米そうだよね。俺もパンほとんど食べない。なんかでもあれ、ドヤマセンチメンタルの中でさ、なんかそんなに物食べてるシーンなかったよね。なんかオープニングの映像だけなんか食いしん坊みたいな感じだけどね。作中の中ではそんな食べてるシーンなかったよね。店に座っても注文せんと、なんかそのイメージが。ドリンクも全然飲まんと、でお会計せんと買えるっていうね。あとなんか余計なことすんだよね。なんかあれアプリで見たでとかね。そう告げ口みたいなさ。いるよね、でもああいうのね。余計なこと言ってくるのね。ハウリングポリスな。そうしてたでーって言ってで人違いだったみたいな。一番立ち悪いよ。なりすましだよ。そう俺もでもね、なりすまし1回あるんですよ。1回じゃない3回ぐらいあるかで、それ2年ぐらい前だったんだけど、名前がアレンって名前で年齢40歳だったで、当時自分36ぐらいで、だから36が40はまあ仕方ないとして、名前がアレンはさすがに嫌だなと思っていつもらったらスルーするんだけども、それは運営に通報して、アレンじゃないですって言ってしたらすぐ消してもらったなんかでもさっき言ってたじゃん。なんか恋人を作って田舎に引っ越して、田舎で暮らしたいみたいなさでもあれは実現はできないしみたいなさ、やっぱ都会に住んでるとね、なんかちょっと田舎恋しいなと思ってさ、憧れがあったりするけどさ、でもそういう生活1週間とかしたらさ、またなんかやっぱ田舎って不便だなみたいになってさ、都会の便利さに恋しくなってまた戻ってきたりするよ。元が田舎もんやから。あ、そうなのって。だからすごい都会の生活に憧れて。大阪でも田舎の方なんだ。ホタル飛んでたよ。マジ？ホタルの里。大阪で。今もホタル飛んでる？今も飛んでる。でもホタルってあれだよね、水がすごい綺麗なところにしか生きらんないから、本当にじゃあ自然豊かなところだった。そうなんです。それぐらい田舎です。中学生の時に、塾行く時はなんか田んぼの奥の方に塾があって、個人のやってるね、先生の家やって、ホタルが前からビューっ
ってすごいねなんか自転車こぐとホタルがビーンってすごい来るからあ、まだ夜じゃないから光ってないホタル。光ってるから怖くてでももちろん避けてくれるんやけどねホタルはうわーって光が来る。前から光るむっちゃ怖いで、ホタルの墓とか見れないね。ホタルの墓とかも全然来ないもんちゃうわってまあ、あれホタルっていうか火が垂れるって書いてね。ホタルってね。ホタル見たことないんですよ。見たら後悔するよこっちのゲームでね、昔ね、ホタルっていうゲームがあったの知ってる？買った買ったうんやってはないけど買ったよでやってはないの？パソコンゲームじゃなかったそう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 。うんで、なんかその後なんかね、プレイステーション2のソフトで、なんかそういうシーンをカットした全年齢版みたいな感じで出た。だからパソコンその時持ってなかったからできなかったんですできなかった。よでもうちらそういう世代だもんね。ね今みたいにさ、なんか、何でもこうスマホ1個でさ、いろんなもの見れるみたいな時代じゃなかったじゃん。あと高かったよね、ゲームも。あと変な話、ビデオとかもね。1本1万とか2万とか。あれ1万2000円ぐらいの間でね、うん。たまにセールやってる時にそう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 。一番欲しかったのはこの1万円のやつだけどセールのやつやったら4000円で2本買えちゃうよとかあれ VHS の時代。 VHS の時代からそうだよね。ちょっと飲んでみる何それなんぼちゃだっけ、かぼちゃか。かぼちゃと牛乳とこれ飲むラム。これがラムか。これがラムこれウイスキー。なんかラムラムレーズンアイスの味なんかね。なんかすごい果汁がすごいねこれ今トマトとパイン。果肉パインかな、パインのすりつぶしみたいなやつだと思う、きっと。これ美味しいよ唐揚げや唐揚げ堂山センチメンタルのオープニングで唐揚げ食べてるシーンあるよね。あれなんか食いしん坊みたいなキャラでやってるでもリアル本人も唐揚げ好きだもんね、確かね。でも死ぬ前に食べたいのはお茶漬けなんだっけ明太子お茶漬け、明太子好きなの？明太子好きで明太子もしくは昆布おー、さドラマ出てさ、変な話さ、その後結構声かかったなドラマ見ましたみたいなメッセージとかは来る？ドラマ見てましたとか応援してますって来たら、ありがとうございますプレーディングするよね。そうなんだもうならそんな気にしなくていいのにそう自分もやっぱほら、そういうのやってるからさ、やっぱたまにアプリで見てますとか言われるんだけど、何にもアクションしないかも。偉いね。でもドラマってさ、その素性は出してないわけじゃん、自分のさ。だからそこはあれだけどさ、なんか自分の場合はさ、割となんかこう、わーって言ったりもするから、なんかそういう人なんだろうなっていう風に多分思われてるじゃん。で、ドラマもさ、役柄があって、その役柄のイメージのままの人なのかなみたいなさ、なんかそのあれで来られたりもするよ。だからあれでしょ、田中みな実を意識してね、ぶりっ子キャラでやってそうぶりっ子でやってます。ほんまはぶりっ子です。もう本当は寡黙な兄貴、でも割とそうだよね、どっちかって言ったらね。あんまりキャピキャピしてないもん。自分もでもどっちかって言ったらそうだよ。あんま喋んないし。そうだからそう今は喋らんとあかん時やと思ったらね、そうそう。なんか頑張るけどね。スイッチのオンオフがあるみたいな感じだからね。なんかペアルックみたいだよね、これね。これが違う。たまたまね、黒が被ったんだよね。で俺も今日ってか大阪で白とグレーと黒の3着持ってきてて。乾杯。
今日天気が悪かったから黒にした。天気良いと暑いから黒だと。日光がね、そうそう黒がね、それだけで今日は黒にした。昔学校の授業で虫眼鏡こう黒い髪やってね、穴開けるみたいなのね、揉めちゃうからね。光を集めちゃうからね。でもなんかさ、日傘もさ、本当男が日傘さすなんてみたいな感じだったじゃん。ここ 1,2 年だよね。街中でも男がこう日傘さしてるのね。俺はなんかね、なんかこう持ったりとかするのがダメな人間なんで、もう傘もめんどくさいからもうささないことが多い。雨降っても。でも帽子かぶるでしょ。かぶる。でもあれもね、髪のセットがめんどくさいから帽子かぶっちゃうみたいな感じだから。セットした時は帽子逆にかぶれないもんね。僕頭がでかいんで、頭違う顔がでかいんで、帽子が似合わないんで。あ、帽子が入んないっていうのかと思った。帽子が似合わない。でっかい帽子あるからでっかいやつかぶったらそれはそれで似合わんな。似合わないかな。でもそうだね、帽子かぶってるイメージ全然ないね。写真とかも帽子かぶってるのないもんね。帽子なんか小学校通学帽とあとだって通学の紅白帽。通学だって必要ないじゃん。ホタルしかいないんだからかぶってた緑のおばさんとかいた？いた。あ、いた？で車は結構通ってる。いや車ないのに緑のおばさんがいる。いや今考えたらあの時子供の時はすごい車通ってるこの通りって思ってたけど、今考えたら今大阪の街を知ってるからもう車通ってなさすぎるやんって。じゃあもう本当にそんな田舎だったんだ。学校まで何分歩いてた？小学校の時は20分かからんかったかな。そんなもんか。で中学校の時はもう30分は余裕、でうちの中学校は電車で通うコーラ、普通に電車で通ってる人もいたんだ。田舎やから。うちでもあれ小学校の時20分とかだったよ。東京なのになんか割と一番学校から遠い家に住んでたりしてたからそうだから全然なんかその東京なのに学校いっぱいあるから近いみたいなのはなかった。でなんか隣の中学校とかっていう、その隣の中学校がどこにあるか分からへんっていうね。あ、そう。はるか遠いところにある中学校、あの中学校で自転車でそんな隣の学区に行くなんて無理。でたまたま運よく学校の近くに家があったって感じだよね。そうだね。もっと遠くから通ってた人いっぱいいたはずだよ。でもさ、そういう感じだとさ、こう思春期をそこで迎えたわけじゃん。どういう目覚めだったの？もう生まれてからずっと男が好き。でももう生まれてからずっと好きやった。もう物心つく前ぐらいから。そうなんだ。からどうしようって早く街から出なきゃっていうね。でもさ、やっぱそれこそ中学の時とかはさ、インターネットみたいなのもまだそんなに発達してないし、で本屋行っても町の本屋とかにそういうのは使ってないでしょ。町の本屋では絶対買えなかった。で高校生になって電車乗って、でまあ30分ぐらい行ったところのもう潰れそうな本屋さん、でたまたま漫画の本を探してたらめっちゃ不良。表紙だよ。バラ族とか。平積みしてあった本屋。普通に置いてて。じゃあちょっとなんかあれなのかな。店主の人がなんかそういうのあるみたいな感じ。おばあちゃんやったけど、あって。なんで置いてたんだろうね。バラ族とバディと G メン。みんな置いてあったんだ。あれでも当時の本屋ってそういうのちゃんと置いてあったとこもうたまたまそこは売ってて、でどうやって買おうって
で、お客さんがいなくなった瞬間、雑誌と間に雑誌挟んで挟んで持ってって。結局どれ買ったのその3つの中で。3つ。3つ全部買ったの、どれが、そっからなんかまた買おうと思ったらどれだった？その時は、バディだ。ああ、やっぱりね。一番最後までやってたよね、あそこがね。で、ただ、バラ族は、ちょっと消すのが薄くて、なんかちょっとこう、ふかしたら見えるっていうね。ああ、なるほどね。あと文通欄とかあったよね。はい。文通の時代だったでしょ、でも。あ、すみません。はい。文通の時代だったでしょ、でも。あれ、顔写真とか載っけてるのもあったでしょ、ページによっては。なかった文章だけ文章だけ。でもさ、あれってさ、一旦編集部に行くんだよね。で、編集部の人が、送ってくれた、載せてくれた人の住所に送ってるみたいな感じなの。大変な手間だよね、それね。1ヶ月ぐらいはかかるっていうね。そうだよね。硫黄島からの手紙みたいな。そう。送ったらいつ届くんやろぐらいのね。絶対さ、1通2通ぐらいさ、ミスってんのあるよね。この人に送んなきゃいけなかったものを違う人に送っちゃったみたいなさ、ありそうだよね。でも、このね、おじさんのおばあちゃん。僕がそうやって毎月買いに行くから、ある時本売ってなくて、来たのに売ってないやんって。僕ちゃんと、次、何月何日にね、見てるから、ないって。で、悲しくなりながらも、来たからしゃあないからちゃうもんでもなんか買わんとんとか。で、雑誌買ってピッと行ったら、おばちゃんが、撮ってるよ。もう、ちゃんと、わらばんしっていうか、やって、もう包んで、いい時代だね。あれやって、今日これ買ってくって。ください。その雑誌はどうするって。このダミーの雑誌で。いらないって言ったけどね、せっかくやくださいよ。そうなんだ。そのためにアルバイト頑張ってるようなもんやだから。そうだよね。高いしね、雑誌もね、一冊ね。じゃあそっから毎月その本屋に通ってたんだ。で、高校卒業して、もう行かなくなった時に、おばちゃんも、ここ卒業なんで、って、今までありがとうございました。って言って、もうそのおばちゃんもう生きてんのかな。もうなかった。もう本屋がない。本屋がなくなってた。おばちゃんまだ生きてるかな。普通にしてたら生きてる、寿命的に考えたらね。そう病気とかしてなければ。なんかでも一回お礼に来たんで。90は超えてると思うけど。あ、そう。だって18までやったからね。60は超えてると思うから。そうだね。じゃあもう亡くなってるかもね。まあ30年ぐらい前やね。自分がなんか子供の時の駄菓子屋のババアは多分死んでると思う。なんかすごい意地悪なババアでね、なんか、駄菓子屋のさ、お菓子って当たりくじみたいなのあるじゃん。で、当たって交換すんじゃん。で、その交換した駄菓子も当たりのパターンもあるじゃん。そしたら、当たりで交換したお菓子の当たりはダメですっていう、なぜかわけわかんないルールを押し付けてくるババアがいて、それは違法でしょみたいな。それでなんか子供と駄菓子屋のババアでなんか抗争みたいなのがある。でそのババアは多分もう死んでると思う。自分東京に住んでるからさ、よく地方の人とかに東京の人ってなんかメッセージやり取りしてるとなんか東京来ることありますかとか聞いてくるみたいなこと言うじゃん。でも自分はどっちかっていうと例えば地方の人とやり取りをしていたら自分がわざわざ行く方なんですよ。なんだけど普通にドタキャンとかもあれば、なんかほんと1時間とかしか時間なくてみたいな、急に当日になってみたいな、なんかわざわざ出向いていってそういう感じになるパターンとかがあって、いやこれはやっぱリスクあるなと思って、もうだからそこからもう自分からは全然行かなくなっちゃったっていうのがあって、単純にその人のなんか
運が悪かったってだけなんですけどね。まあ地方に住んでてもそういい人はいるんですけど、絶対。人とのさ出会いというかさ、出会いが気軽になった分、なんかこうつながりがこうなんていうのかな、あんまり大事にしない人多いよね。その気軽にこうメッセージとか会う約束とかできる分、もうなんか面倒くさくなったらブロックしようとか、なんかそういうあんまり深い関係みたいなの求めない人も多いのかなって感じもするけどね。自分の地元じゃないところでそれをされちゃうと地獄やから。だから自分もなんか地方とか行くときは5人ぐらいと会う約束していくようにしてる。なんかそっちのがさ、1人ダメでももう1人みたいなのあるじゃん。だからそれいいよね。でもね、自分1回ね、博多に行った時に4人と会う約束してて全部ダメになったことある。で5日間博多にいても何もしないで何も予定なしになっちゃって、で特になんか観光もあれだったし、ずっとホテルにいた時とか、もうね、晒すよって言いたくなるよね。そうこれはあるよね。こいつにドタキャンされましたって言ってハウリングしてやろうかなって。でもさ、それやったらさ、やった方がもうおかしい人っていうか悪い人になっちゃうじゃん。だみんもうな気をつけてこいつに言うで。だ悔しいけどもあれだよね、こっちがぐっと我慢するしかないんだよね、そういうのはね。だってあ、いいよ食べて。これから長旅やからぜひ。いやいや、俺お土産も買うし551。この辺。あ、それ食べてないから食べる。はいいやなんか昔の方が人との出会いみたいなの一個一個大事にしてた感じはあるよね。昔が良かったとは言わへんけども、まあね、やっぱ不便だもんね。家で何もできないしね。今家で夜中でもこうスマホ見りゃさ、いつでもこう近くにいるみたいなこうできるからさ。まあだからインターネットの発達がさ、いろいろ変えたよね。ほんまにでもありがたい今は。まあね。簡単にね。若い子は多分そういうありがたみもないだろうね。こう生まれた時からもうあるからね。いにしえって言われるよ。文通って何ですかみたいな。怖いよ。怖い。じゃあ堂山センチメンタルで最後まで一人だったけど私生活も一人だとこれからも違います。縁があれば縁があればね。どんどん付き合っていきたいと思います。じゃあごちそうさまでした。こちらです。ごちそうさま。ごちそうさま。